皆さん、こんにちは。富雄アカデミア77です。今日は渋谷道玄坂、ゆっくり歩いてみたいと思います。道玄坂は江戸時代から大山街道という重要な街道の一部でした。特に大正から昭和初期に百軒棚ができたことで映画館やカフェが集まる東京一のハイカラな街になりました。だから今もこんなにたくさんの人が行き交っているのかもしれませんね。まずは道玄坂を登り切ったところにある米田カフェ店コーヒー店で腹ごしらえ。僕も数年ぶりに入ってみます。一歩中に入ると昭和レトロな安心感に包まれる都会のオアシスのような存在。ログハウス風の内装や赤いベロアのソファ、自宅のようにくつろいでもらうための工夫が詰まっています。朝11時までに飲み物を頼むと厚切りトーストが無料でついてくるモーニングセット。表面はサクッ、中はもちっとしたトーストにオブラーンを乗せて、まさに名古屋のソウルフードです。追加でコーヒーを頼んだ時、モーニングはどうしますかって聞かれて、食べたのでいいですって答えちゃった。トーストがもう一枚ついてくるんだった。もらっておけばよかった。失敗しました。お腹が満たされたところで、坂を少し降りて、ユニクロのショップから再スタートです。では道玄坂を少し登ります。今日はこの百軒棚を散歩したいと思います。百軒棚の入り口、百軒店と書いて百軒棚。なかなか読めないですよね。入り口にはケバブのお店ができています。旅行者にも人気で立ち食いできる気軽さがいいですね。今でこそ夜の街の印象がある百軒棚ですが、その成り立ちは全く異なります。1923年の関東大震災の後、銀座の名店を誘致して作られた西の銀座。当時は渋谷で最も格式高いショッピング街だったんです。こちらは朝から行列ができています。ラーメン店ですか？朝日が眩しいです。この道を行ってみましょう。路地裏で見つけたのが商工堂さん。昭和9年創業の日本のぶどう酒を支えてきたお店です。世界中の剣道家が一生ものの防具を求めて、この店舗までやってきます。最新のカルチャーと伝統が同じ路地にある。このギャップが面白いんですよね。確かこの辺に LP レコードをかけてくれるバーがありました。ここはジャズに限らず、女性の店主がチョイスしたレコードをかけていました。ここかな。そこでサンタエスメラルダの悲しき願いに出会い、即購入したのを覚えています。その後、サンタエスメラルダ2として朝日の当たる家も出て、こちらも購入しています。右側はホテルです。左かな。ここもホテルです。今は見つかりません。丸山町のホテル街を抜けていくと、新線の方へ抜ける道。下には確か弘法大師が見つけたとされる湧き水や弘法湯跡の石碑などがあるそうですが、僕はまだ行ったことがありません。新線には美容学校があり、撮影などでよく行った思い出があります。やはりホテルは多いです。では右の道を行ってみましょう。ここは飲食店ですね。神社があります。千代大成神社。実はこの神社、もともとは渋谷の神様ではなく、実は江戸城の中に祀られていた格式高いお稲荷様なんです。始まりは長禄元年1457年、江戸城を築城した太田道灌が守護神として城内に祀ったのが始まりです。名前の由来は江戸城の別名千代田城からその名がつきました。徳川家康が江戸城に入った後、城の拡張に伴って城外へ移されました。その後、いくつかの場所を経て、大正12年、1923年の関東大震災後、百軒棚が商店街として新しく作られる際、
この地の繁栄を願って現在の場所にお引っ越しされました。ここは百軒棚の核を象徴する場所です。周囲はカオスな場所ですが、ここだけは江戸の始まりから続く時間が流れています。渋谷という土地柄、古くから芸者さんや映画関係者、そして今のクリエイターたちからも商売繁盛の神様として大切にされています。ここは現在でこそ日本有数のホテル街、クラブ街ですが、芸者さんたちがいた粋な街なんですよ。カツ丼屋さんがあります。美味しそうで人気店のようです。百軒棚入り口に戻りました。道玄坂を上がっていきましょう。僕がよく利用していた山屋に行ってみます。ドトールがあります。ここは席と席の間にゆとりがあるようです。相変わらずよく入っていますね。僕がよく利用してた山屋です。ここは以前渋谷駅の近くにありました。新たにここに移転したんですね。山屋は一般客も買えますが、プロのバーテンダーや店主がお酒が足りなくなったと急いで買いに走る場所でもあります。世界中のワインやスピリッツ、海外の珍しいおつまみを自社で直輸入しています。そのため普通のスーパーにはない銘柄が安く手に入ります。まずはお酒類です。かなりの量が揃っています。グラスやコップなども置いています。この底が渦巻きのコップに日本酒入れて飲むと試飲しているようで美味しくて好きです。日本酒も揃っています。中国のお酒もあります。道玄坂のお酒の倉庫のような場所です。世界中の珍しいワインやビールがずらりと並んでいて、見ているだけでも楽しくなります。パスタ類も豊富です。中目黒のイタリアンで教えてもらった愛用品はポンティの白ワインビネガー。タコのマリネに最高なんです。赤のビネガーに玉ねぎを浸せば、パリで生牡蠣を食べるときと同じソースが作れます。中目黒のイタリアンで教えてもらって以来、ずっとここで買っています。それ以来、山屋を知りました。今日は業務用の大きいチーズが見当たりませんが、チーズもよく買っていました。出てきました。お腹が空いたので、よく利用する回転寿司の天下寿司に入ります。ここは外国旅行者にも人気で、旅行者がいないことはありません。旅行者にとって写真入りのメニューが流れてきて、写真を指さして注文が可能ですので困ることはありません。日本人の僕たちにとって食べたいものを板前さんにオーダーしてより新鮮なものを食べますが、旅行者にとっても慣れれば目の前から取って食べれるので簡単です。僕は初めは光り物から注文します。光り物は安くて体に良いということから多く食べます。ここで選ぶのはアジにイワシ、それに大好きな小肌、いわゆる光り物ですが、実はこれ健康の味方なんです。血液をサラサラにしてくれる DHA や EPA がたっぷりで、特に酢で締めの小肌は疲れを癒すのにもぴったり。坂道を歩いて少し疲れた体にこの栄養がじわーっと染み渡る気がします。
美味しくて体にも良い。これぞ散歩の醍醐味ですね。EPA、血液をサラサラにして動脈硬化や血栓を防ぐ効果が期待できます。DHA、脳の活性化やコレステロール値を下げる働きがあります。散歩で体を動かした後にこれらの栄養素を摂るのは代謝を助けるので非常に効率的です。ビタミン、ミネラル豊富でアンチエイジングとスタミナに良いと聞いています。実は青魚に含まれる成分は抗酸化作用が強いため、歩くことで発生する活性酸素を抑え、体の錆を防いでくれる効果もあります。まさに散歩の後のサプリメントですからね。もちろん生姜はたっぷり食べます。どうしても日本酒が欲しくなります。常温で注文。銘柄は豪快です。すっきりしたお寿司によく合う味です。他にもマークシティの中の緑寿司など人気の回転寿司はありますが、僕が気に入っているのはシャリご飯の酢飯が砂糖が控えめなことです。ここは時間帯を選ばないと混んでて並びます。美味しくいただきました。はい、ではまた朝の米田貨幣店の前から散歩します。丸亀製麺釜揚げうどんのお店です。ここの定番といえばやっぱり釜揚げうどん。茹でたての麺を水で締めずにそのまま木刀に盛る。ふわふわもちもちの食感と小麦のいい香りがダイレクトに伝わってくるんです。この釜から直行の鮮度が丸亀製麺の一番の贅沢かもしれませんね。目の前でうどんを練って作っているのが特徴です。通りを渡ってみます。通りを挟んで三田製麺があります。ここはつけ麺の専門店です。やはり混んでいます。通りの反対側に京都のカツ牛があります。ここのとんかつも美味しそうです。隣にはホットドッグのビア&ソーセージがあります。この辺も外国企業が多くなり、バーガーさんやケバブ、とんかつなど外国人に人気メニューの飲食業が増えた感じがします。このビルに JBS ジャズバーがあります。登って行ってみましょう。今はまだ扉を閉ざしていますが、夜になればここからレコードの温かい飲食が漏れ出してくる。そんな想像を巡らせるのも昼の散歩の楽しみです。定番ですが、マイルス・デイビス・キンド・オフ・ブルーやサラー・ボーンの枯葉、特に1973年9月、中野サンプラザでのライブ録音版ライブ・イン・ジャパンのアルバムの中の枯葉は最高です。カクテルでも飲みながら静かにジャズを聴く。大人だからこそわかる気分です。今度また夜に来てみよう。帰りはマークシティを抜けて道玄坂をショートカットします。道玄坂の由来碑があります。マークシティの出入り口にある与謝野晶子の歌碑。これですね。マークシティの出口に3つの古い石碑が並んでいます。その中の一つは与謝野晶子の歌碑。実は晶子の新婚生活を送り、名作乱れ髪を世に出したのもこの道玄坂のすぐそばだったんです。当時はここから西の山々がよく見えて、彼女は遠く離れたお母さんを思い出して歌を詠んだのだとか。母、遠うて瞳下式、西の山相模か知らず、雨雲かかる。母がいる故郷の大阪堺は遠いけれど、西の方に見える相模の山々は母のいる場所に続いているようで親しみを感じる。あの山は相模の山だろうか、それとも雨雲がかかっているだけなのだろうか。現代のビルが立ち並ぶ風景の足元に明治の恋の物語がひっそりと刻まれているんですね。はい、中を抜けてきました。
これが岡本太郎の壁画。この壁画の制作場所は1968年から69年にかけてメキシコシティに建設中だった超高層ホテルのロビーを飾るために描かれました。しかし悲劇がほぼ完成していましたが、依頼主の経営が悪化し、ホテルは未完成のまま放置。壁画は取り外され、なんとそのまま30年以上も行方不明になってしまったんです。この巨大な壁画、実はメキシコの資材置き場でバラバラになっていたのを奇跡的に見つけ出して持ち帰ったものなんです。原爆が炸裂する悲劇を描いていますが、岡本太郎さんが伝えたかったのは絶望ではなく、それを乗り越えて生きる人間のエネルギー。30年以上も行方不明だったこの絵が、今こうして渋谷の真ん中で私たちを見守っていること自体が一つの大きな神話のようですね。忙しく歩く人々。ゆっくり見ている人は見かけませんが、最終的に渋谷が選ばれた理由は、一番多くの人の目に触れる場所が太郎さんの願いにふさわしいということで、一日数十万人が行き交う渋谷の連絡通路が選ばれたそうです。マークシティから出てきました。盛りだくさんの散歩でしたが、もう一つ寄りたい場所があります。角がフレッシュ、大和田を曲がって突き当たりです。鳥竹の焼き鳥屋です。散歩の最後はやっぱりここ、鳥竹の焼き鳥屋です。お店の近くまで来ると香ばしいタレの匂いがしてきて、もう我慢できません。ここはいつも賑わっています。また投資で営業しているので安心して利用できます。2階に上がります。ここのタレが変な甘さがなく美味しいです。これが名物の焼き鳥丼。丼からはみ出しそうなほど大きな焼き鳥がゴロゴロ。一口食べればもう最高。歩き疲れた体にこの味が染み渡ります。お腹が空いたので早速食べます。美味しい。いつもの味です。完食です。鳥竹のお料理は串物。一品料理、お食事などすべて手作り。もともとはパルコがある文化通りに、今の鬼塚タイガーシューズショップがあるあたりにありました。兄貴が好きで常連でした。こちらに移転してからもよく来ます。5年ぶりぐらいですが、疲れてお腹が空くとここの焼き鳥丼を食べたくなります。お昼時の焼き鳥丼は渋谷を訪れるなら一度は食べておきたい一品です。ああ、美味しかった。皆さんも次渋谷を訪れる際は少しだけ足を伸ばしてこの坂の上の物語を探してみてはいかがでしょうか。それでは今日の散歩はここまで。また次の街でお会いしましょう。